こんにちは。今回は実際に置いているギアや収納アイテムをテント内のルームツアー形式でご紹介します。僕たちは基本的に設営撤収が簡単なアイテムを中心に揃えていて、なるべく楽に楽しめるスタイルを意識しています。夫婦2人の時もあればグループキャンプの時もあるので、幅広く使いやすいギアを選んでいきます。それでは早速テント内をご紹介していきます。2024年に発売されたばかりのシェルタータイプのテントです。たった3本のポールで組み立てられるから、設営も撤収も驚くほどスムーズ。色分けされたポールで迷わず設営できます。生地は75デニールのポリエステルタフタリップストップで、耐水圧は 2000ml。雨に濡れてもマンションのベランダで干せるくらいのサイズ感と扱いやすさが気に入って選びました。前方のリビングスペースは最大で高さ2メートル10センチあって、出入りの時にかがまずに済むのがとても快適です。実際に使ってみると想像した以上に中が広く感じられて、圧迫感もありませんでした。オプションのインナールームを使えば2ルームテントのようにも使えそうですが、僕たちは車中泊スタイルなので就寝は車内、テントはもっぱらリビングスペースとして使っています。その分インナールームの設営や撤収が不要なのは思っていた以上に楽で助かっています。ちなみにランタンフックは標準で付属しています。キャノピーポールは別売りのオプションですが、タープ代わりにも使えて便利なので導入しました。シールドルーフはまだ持っていませんが、今後の暑さ対策として購入を検討中です。チェアはアッソブハイバックローバーチェアブラック。設営はパッと開くだけ。とにかく楽なんですけど、それでいて耐久性もしっかり。生地は防水性に優れていて、長く使える安心感があります。リクライニングは4段階でフラット近い状態まで倒れるので、空を眺めながらのんびりお昼寝モードにもぴったり。座面の高さが30センチあるので立ち上がるのも楽ですし、座り心地も文句なし。フレームはアルミ素材で木のアームレストがついているんですけど、見た目よりかなり軽いです。アッソブローバーチェアサイドテーブル。このサイドテーブルはチェアにスライド式で取り付けられて、着脱がとてもスムーズ。ドリンクホルダーのポケットがあったり、バーナーやゴールゼロを差し込める穴、シェラカップが引っ掛けられるフックもついていてかなり実用的。テーブル上にくぼみがあるのも便利です。アッソブアウトドアクッション。チェアに取り付けるタイプの枕で、生地は防水性があるため急な雨でも中のクッションを保護してくれる優れもの。常時つけっぱなしでも干渉せず座れますし、またリクライニングして寝転がった時にも首元が楽であると快適度がぐっと上がります。メインテーブルは全キャンプスフォールドフレックステーブル。長年 IGT テーブルを使っていたんですが、車中泊できる車に乗り換えたことで収納性を重視してこちらに変えました。重さは約 3.5kg と軽量で、車への搬入もかなり楽に、設営も簡単でとても気に入っています。テーブルにはスノーピークのフラットバーナーをインストールしていて、スノーピークの器具線が短いため円ハイクの足長プレートを使用しています。サイドテーブルは東京クラフトコードユニット。設営が簡単で使わないときは薄く収納できるのがポイント。いずれお座敷スタイルでの車中泊にも使えるかなと考えて導入しました。サイズ感もちょうどよくて、バケットシェルフの上に重ねて使うこともできます。収納周りは東京クラフトバケットシェルフメッシュ。中が浅めで見やすいけど、なんとなく隠せるこの感じがちょうどいい。以前は大きな収納ボックスに全部まとめていたんですが、あれどこやった問題が多発。これでかなり解消されそうです。購入の決め手は収納ケースをフレームから外れるところ。次回予定している道の駅で車中泊からのキャンプ場に移動という旅スタイルにもぴったりです。車のサイドスペースに収納しておいて、キャンプ場に着いたらフレームに装着。なるべく車内での荷物の移動を減らしてスムーズに車中泊とキャンプをできるようにしています。続いても収納になります。東京クラフトコードユニットマルチバッグです。当初からコードユニットに吊り下げて使うつもりで購入しました。防水性があるのがポイントで、天板を乗せれば中のごちゃつきもさっと隠せます。バケットシェルフと同じように車のサイドスペースに収納しておいて、キャンプ場に着いたらそのまま設置。移動の手間が少ないのが決め手でした。ダイソーのハンギングラックとウッド天板。ちょっとしたものを置けるスペースとして使えるのはもちろん、焚き火用のトングやグローブなどをかけておけるので、サイト内の整理整頓にも役立ちます。ウッド天板のナチュラルな雰囲気も相まって、
見た目もとても気に入っています。僕たちはバンドックから発売されているハンギングラック用のフックを組み合わせて使っていますが、先日ダイソーに行ったところ似たような形状のフックも販売されていて驚きました。コスパ重視の方にはそちらもおすすめです。ゴミ箱は富士貿易の収納ボックス兼スツールを主にキャンプ時のゴミ箱として使用しています。耐荷重は約80キロあり、スツールとして座ることもできます。蓋を閉じればちょっとした腰掛けに使えるほか、飲み物や道具をちょい置きするのにも便利です。また釣りの時には道具を中に入れて運び、そのまま腰を下ろして餌をつけたりと多用途に活用してくれました。ただアウトドアで酷使しすぎたのか、購入から2年弱でひびが入ってきたので買い替えを検討中です。以前はガスランタンやオイルランタンなども使っていたんですが、今は LED ランタンに統一しています。なるべくミニマムにと思いつつも、明かりは点在していた方が快適なんですよね。なので取り回しのいい LED をいくつか使い分けています。メインランタンルーメナー7。とにかく明るい、軽い、コンパクト。このライト1台でメインスペースが安心できるほどしっかり明るく照らされます。防水、防塵、耐衝撃といった性能はないモデルです。購入後の初キャンプ後に点灯しなくなった際、メーカーに連絡したところ無償で修理対応してくれました。しかも対応が早く、とても信頼できるメーカーだなと感じました。購入してから5、6年経つので、今はさらに高性能なモデルが出ていると思いますが、軽量、コンパクト、十分な明るさをお探しの方には、このようなスペックのものをお勧めします。サブランタンはゴールゼロ、ライトハウスマイクロフラッシュ。手のひらサイズで重さはたったの 68g。超軽量で吊るす、置く、懐中電灯として使うなど、使い勝手は抜群です。夜間にトイレや洗面所に行く時にもさっと持ち出せてとても重宝しています。さらに使いやすくするためにアソマタスの X ゲートを装着しています。これをつけるとカラビナ仕様になり、テントやネットホルダーなどにスムーズに取り付けられて便利です。LED ライト自体は見た目こそ控えめですが、快適な夜時間には欠かせない存在。明るさ、色味、使い方をシーンに応じて柔軟に調節できることで居心地の良さがぐっと高まると思います。ユーコキャンドルランタンクラシックプラス。いただき物ですが、とても気に入って大切に使っています。真鍮製で雰囲気がありながらも軽量で持ち運びしやすいモデルです。中にはペアキャンドルピトロネラをセット。柑橘系の爽やかな香りでリラックス効果とともに虫除け効果も期待できます。キャンプの夜にぴったりなアイテムです。今回のルームツアーでは実際に使っているギアや収納アイテムをご紹介しました。最近買い揃えたアイテムはそれぞれショート動画でも詳しく説明していますので、気になる方はぜひそちらもチェックしてみてください。そして次回はずっと行ってみたかった場所への遠征キャンプの様子をお届けする予定です。今回とはまた違った雰囲気になると思うので、ぜひ楽しみにしていてください。この動画が少しでも参考になったり楽しんでもらえたらグッドボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。